店長さんはもうこちらでは何年ぐらい働いてらっしゃるんですか？21年ですかね。21年目ですか。これがこの水は何かしらの水ですか？これ塩水になりますね。もう使う量がちょっと多いんで。つけ置きしてる昆布ですね。これで今から出しを。肉用の卵あ、もうカットしてあるんですか？ですね。買い抜きに準備してます。何キロぐらいですかそれ？一つに5キロ入ってるんで、5キロ。両方で10キロ。それはザラメですか？加えて作っていく。昔言ってます。この昆布は何かに使うんですか？うちの昆布もそうですけど、はい。これだけで煮昆布にします。お醤油ですね。これがおうどんのだ。じゃあうどんの出汁が完成です。さっき持ってこられたこれは何ですか？ちょっとですね、出汁なんですけど、何のお出汁なんですか？うどんの出汁。このところから使って。
しいたけ、人参、かしわでっていう。煮昆布ですね。この昨日炊いてるので、ちょっと入れます。いなりとか揚げですかね。お揚げ。揚げをちょっと。これはお揚げの出汁。そうですね。これを継ぎ足していって。今に使う分と、あときつねうどん。短いもんね。煮込みます。店長さんは6時から何時まで働いてらっしゃるんですか？ああ、日によって変わりますけど。まあ、遅くて10時。閉店まで働いてらっしゃることもあるんですか？しょうがないです。5時ぐらいには帰りたい。それも夕方ぐらいまでは働いてらっしゃるんですか？ああ、そうですね。大変なことですか？やっぱり、うどんが手打ちに、とか手打ちでやるように、やっぱ量が多いですから。それはちょっと体力的にちょっと疲れますけど。これを小分けして、そうですね。で一晩寝かせて、この1枚で16人前ぐらいあるんで、それをまあ1日20枚ぐらい持つ感じですかね。320人前ぐらいですかね。いますよね。なんか細かいですね。8.78キロ。そうですね。水の量は間違いないですね。おはようございます。うちの、はい、父親がですね、はい
始めて、それで私が2歳の時に始めて、それからですね、私がもう56になるんで今年54年目ですね今年。うどんはですね1日寝かせますんで、あっという間に丸くなりましたね。出たところ内々に菊もみって、菊の形に似てるんで菊もみっていうんですけど、ここ集めてですね、暑い時とかね、やっぱり微妙に水塩の量が変わってくるんで、最近なんか夏とかすごい気温が上がるようになってるじゃそうないですか。ですね。だから急に一気に温度が上がったり下がったりするとやっぱり一番そこは大変ですね。その取れるものも違うんでしょうけど、昔は知識があんまりなかったんで乾物園さんからもらったりとかしてたんですけど、普通これがいいよっつって。でも20年ぐらい前からちょっと昆布が味が出ないなっていうのが結構あって、それで今はもうラウス昆布1本なんですけど、先代がラウスまで行ってラウスの昆布取りの手伝いとかもして、そんなことも、はい、毎年今でもですねラウスの方が来てくれて選別とかしてくれるんですよ。こだわるっていうよりも、ちょうどその時昆布が使ってた昆布がどこの昆布か、それはちょっと私もわからないんですけど、やっぱりこう曲がったりとかいろいろやっぱりいつもと違うし、なんか味も出てないなっていうのもあったんで、でいろいろ昆布を先代が調べたらやっぱラウスの昆布がすごくいいと。ネギ屋さんです。ネギ屋さん。農家のネギ屋、ネギ専門。おにぎりこれ5キロです。これ今切ってらっしゃるので1日分ぐらいですか？これ1日分です。夏場の1日分で、冬場はやっぱり倍ぐらい出ますので、あったかいうどんが多いから。ほんとこれ目にきますね。
でずっと見てられる。アナゴちゃん祭りはい。なんか7月から7月1日から9月の30日まで。なんか今度勝負飯に決まるかもしれないって。はい、そうですね。だけまだ分かってないんですけど、まあ 10社ぐらい宗像のあれが審査と第一審査、二次審査までだったかな。まあそれでうちのぶっかけうどん入ってるんですよ。で、その時に藤井聡太さんが来て決めるみたいな。どうしても先に根の方が悪くなるんで、は一緒に混ぜた方がいいですね。い。こちらの屋号の由来は何なんですか？屋号の由来、もうずっと言われるんですけど、昔ですね、始める前に若松が最初だったんですよ。若戸大橋の下にあって、そこのビルのオーナーさんがものすごくよくしてくれた人で、その人の屋号、名前に A が入ってたんですよ。だけど僕は聞いた話ですけど、でそれで一文字取らせてもらって A だったんで A ちゃん。丼とか、はい、普通の白飯です。これは。丼いなり用は取ったんで、今からいなりを作るんで、その前にこの中からいる分だけ取って、残りは丼用ですね。少なくて4升から6升ですね。多い時は8升とか、まあ土日になると8升とか。できれば変わらない味がいいですね。まだ開店まで3時間前ですよね。そうですけども、ギリギリです、ギリギリです、いつも。肉うどん用の肉です。甘辛い甘辛い。お家だったら120は作ると思いますけど。具材ますね。そうですね。肉うどんに。まあ、平日限定の、まあ、ミックスうどんに出してるんですけど、まあ、日替わりですね。肉エビきつね。この後、天ぷら用の長さに切って水につけておきます。ごぼ天用です。下準備ですね。
ですね、結構出ますね。で土日になるとこう枚数もまとまって出るので、おうどん屋さんによっては形も違うみたいなんで。そうですね、この方式はチャーム君だけかな。一応先代が習ってきたところのお店屋さんがそれでやってたっていうことですよね。そちらも廃業されたんで他にないみたいですね。実際その今はもう簡単にできるように輪っか作って輪っかを先に作って上に落としてるみたいな形してますけど、あれは昔は鍋のねにこうやって丸く形を作る技術的に難しかったんですよね。今日は何を注文されたんですか？今日は肉うどん、普段はあれ食べる鍋焼きうどんを頼んでますけどね。今日は朝ごはん食べに行ってて、よく来ますよ。30年か前で、3、40年間こうやってきた子やから。ここの麺はうどんは美味しいです。美味しいですよね。うどん美味しい。
おうどんに昆布入れるんですね。昆布が美味しいからね。あ、冷やし肉。冷やしぶっかけの冷やし肉ぶっかけの。さっぱりと冷たいので熱いからここのきつねうどんが美味しいかはい、美味しいです甘くて何種類？結構コシもあるしそれから出汁も美味しいですまだ昆布ありますちょっと待ってくれだんだんゆずとすごいゆずの匂いありがとうございます。昆布をおうどんにお入れになりますね。うちの主人なんか必ず昆布、時々ない時にあるので、時間帯によってね、多い時とかすごい残念なんです。お待たせしました。ごぼう天うどんです。